ジュラ紀のある朝のことです。緑の谷に地面を伝ってズシン、ズシン、ズシンと重たい響きが伝わってきました。その度に木々の葉が震え、足元の水たまりに波紋が広がります。やがて木々の間からぬーっと姿を現したのは、見上げるほど巨大な首の長い恐竜でした。この時代にはこんな生き物が当たり前のように暮らしていたのです。前回の第1話では、恐竜たちが長い下積みを終えて大きくなるという才能を解き放っていく女装の物語をお話ししました。ライバルの消えた世界で緑は満ち、食べ物は有り余るほど、何もかもが恐竜たちに味方していきます。この第2話で訪れるのは、その女装が見事に実を結んだ全盛期、地上が丸ごと彼らのものになった時代の話です。この時代の地上には、地球の歴史を見渡しても最大級と言われる途方もなく大きな生き物が暮らしていました。首は空に届きそうなほど長く、足は太い木の幹のよう。歩くたびに大地が揺れ、遠くにいても足音が地面を伝って伝わってきます。想像してみてください。ビルのように大きな生き物がすぐそこを歩いている世界を。この第2話の主役は、なんといってもこの首の長い巨大な恐竜たちです。でも、それだけではありません。巨人を狙う力強い狩人、鋭いトゲで身を守る勇ましい草食恐竜、その足元を駆け回る小さな恐竜たち。様々な生き物がそれぞれの役割を持って一つの豊かな世界を作っていました。今日はその王国を隅々まで巡りましょう。では、早速あの巨人を間近で見てみましょう。首の長い大きな草食恐竜。この仲間をまとめて竜脚類と呼びます。柱のように太い4本の足で重たい体を支え、長い首と尾を前と後ろへぐーっと伸ばした姿。象のような足にキリンよりずっと長い首。竜脚類こそジュラ紀という時代の顔とも言える代表選手でした。その大きさはもう桁外れです。有名なブラキオサウルスは前の足が後ろより長く、首を高く掲げたキリンのような体つき。頭の先までの高さは3階建てのビルにも届くほど。体の重さはアフリカゾウ数頭分とも言われます。地面に立ったまま3階の窓を覗ける生き物が本当にこの地球を歩いていたのですから驚きますよね。一方、同じ竜脚類でもタイプの違う仲間がいました。ディプロドクスです。ブラキオサウルスが首を高く掲げるなら、こちらは首と尾を水平にうんと長く伸ばすタイプ。鼻の先から尾の先までは27メートル。路線バス2台分にも及びました。細く長い尾は鞭のようにしなり、空気をびっしりと鳴らせたとも考えられています。では、なぜこんなに長い首を手に入れたのでしょう。一番の理由は、やはり食べ物です。長い首があれば、背の低い草食恐竜には届かない、高い木のてっぺんの葉まで、楽々と口が届きます。しかも体はほとんど動かさず、首だけを左右に巡らせて、広い範囲の葉を食べられる。立ったまま食事を済ませられる、とても省エネな道具でもあったのですね。けれど、体がこれほど大きいと、食べる量もとんでもないことになります。あの体を動かし続けるため、彼らは来る日も来る日も、ひたすら葉を食べ続けねばなりませんでした。一日に口にする植物は
数百キロにもなったと言われます。目が覚めている間は、ほとんどずっと口を動かし続けていたのでしょう。しかも彼らは、その葉をよく噛んだりはしませんでした。並んだ歯は、櫛のように葉をこそげ取るためのもの。細かく噛み砕かず、そのままごくりと飲み込んでしまいます。噛む時間を省けば、より早く、より多くの葉を体に取り込める。飲み込んだ葉は、大きなお腹の中で時間をかけて消化されました。巨大な体を支える理にかなった食べ方です。そんな竜脚類は、一頭きりではなく、何頭も群れを作って暮らしていたと考えられています。地面に残る足跡の化石には、大小の足跡が同じ方向に並ぶものがあり、大人と子供が一緒に歩いた様子が伺えます。大人が外側を固め、内側で子供を守る。体を寄せ合う群れは、それだけで狩人を寄せ付けない動く砦でした。さて、第1話で予告した、あの大きな謎に戻りましょう。暖かく緑豊かなこの世界には、恐竜の他にもたくさんの動物がいました。それなのになぜ竜脚類だけがここまで大きくなれたのでしょう。実はこの問いに今もはっきりした答えは出ていません。研究者たちがいくつもの説を唱えながら今なお解こうとしている謎なのです。よく言われる説の一つ目は体の中の空気の袋です。竜脚類の骨にはあちこちに空洞があり、そこへ今の鳥と同じような空気の袋がつながっていたと考えられています。おかげであの巨大な体は見た目の割に随分軽くなっていました。おまけに息を吸うときも吐くときも新しい空気を取り込めるとても効率の良い呼吸ができたのです。二つ目の説は子供の育て方です。竜脚類は一度にたくさんの卵を産みました。あんなに体が大きいのに、卵は意外にも大きくてもサッカーボールほど。手をかけて育てるよりたくさん産んで自然に任せるやり方だったようです。多くが狩人に食べられても群れ全体では生き残れる。この数で勝負するやり方も体を大きくする方向に働いたのでしょう。3つ目は育つスピードです。あれほどの体になるには長い時間がかかったのだろうと思いますよね。ところがそうではないらしいのです。骨を輪切りにすると木の年輪のような成長の跡が刻まれていて、子供が驚くほど早く育ったことがわかります。早く大きくなれれば狩人に狙われる危ない子供時代をさっと通り抜けられるのです。そして忘れてはいけないのが第1話でも見た豊かな植物です。暖かい気候のもと、大地にはシダやソテツ、背の高い針葉樹がいくらでも生い茂っていました。食べ物がこれだけあれば大きな体を養い続けられます。どんなに優れた体の仕組みがあっても肝心の食べ物がなければ大きくはなれません。巨大化を根っこで支えたのはこの豊かな緑でした。体の中の空気の袋、たくさんの卵、早い成長、そして有り余る食べ物。おそらくどれか一つだけが理由ではないのでしょう。いくつもの条件がうまく重なり合った結果、竜脚類はあそこまで大きくなれた。それが今のところ一番有力な考え方です。まだはっきりわからない。だからこそ、この謎は今も研究者をワクワクさせ続けています。さて、これだけ大きな草食恐竜がいる世界には、必ず
それを狙う者も現れます。豊かな獲物のいるところに力強い狩人が育つ。これはいつの時代も同じです。この世界で狩る者の頂点に立っていたのがアロサウルスという大型の肉食恐竜。肉食恐竜の中でも飛び抜けて多くの化石が見つかるこの時代を代表するトップハンターです。アロサウルスは2本のたくましい後ろ足で立ち、体の長さは9メートルほど。大きく開く口には縁がノコギリのようにギザギザした歯がずらりと並んでいました。目の上には小さな一対の飾りのような突起。短い前足には獲物をつかむ大きな鍵爪が3本。走る力に優れ、身のこなしも軽い。狩りのために磨き抜かれた体つきでした。では、この狩人はどうやって獲物を仕留めたのでしょう。アロサウルスの頭の骨は実は見た目より軽く、隙間の多い作りでした。そこで、上顎をまるで斧のように振り下ろし、勢いよく叩きつけて、獲物に大きな傷を負わせたのでは、と考える研究者もいます。じっくり噛む持久戦ではなく、力強い一撃で決める、そんな迫力ある狩りだったのかもしれません。でも、考えてみてください。ビルのように大きな竜脚類を一頭のアロサウルスが正面から倒すのはさすがに難しい。大人の巨人は大きいだけでもう強力な守りでした。実際竜脚類の骨にはアロサウルスの歯の跡が残りながらも傷が塞がって治ったものが見つかっています。仕留め損ねた狩りも多かったのでしょう。そこで狩人は群れからはぐれた個体や体の小さな子供、年老いて弱った個体をじっと狙いました。さらにアロサウルスは時に数頭で行動していたのではという説もあります。もし力を合わせて大きな獲物を追い詰めたのなら、巨大な竜脚類が相手でも勝負になったかもしれません。太古の狩りの真相は今も多くが謎のままです。狩る者がいて狩られる者がいる。それは決してむごいだけの世界ではありません。狩人がいるからこそ草食恐竜は増えすぎず、緑は食べ尽くされずに保たれます。豊かな緑があるから草食恐竜が生き、草食恐竜がいるから狩人も生きていける。すべての命が互いに支え合って巡る。この命のつながりこそ、王国を支える大きなバランスでした。では、狙われる草食恐竜は、ただやられるのを待っていただけでしょうか。いいえ、そんなことはありません。中には、身を守る見事な武器を身につけた者もいました。その代表選手が、ステゴサウルスです。皆さんも、一度は見たことがあるかもしれません。背中に大きな板をずらりと並べ、尾の先にトゲを持つ、いかにも重装備の草食恐竜です。まず目を引くのが、背中に2列に並んだ大きな五角形の骨の板です。面白いことに、この板は左右で向かい合うのではなく、互い違いに並んでいました。何のためにあったのかは今もはっきり分かっていません。天敵に体を大きく見せる説、仲間を見分ける目印だった説、板に血を通わせ体の熱を逃がしたり集めたりしたという説もあります。そしてステゴサウルスの一番の武器、それは尾の先です。ここには長くするドイトゲが4本、ぐんと突き出していました。狩人がうかつに近づけば、この重たい尾を力いっぱい横に振り回します。実際、アロサウルスの骨の化石に、このトゲが作ったとみられる穴が見つかったこともあります。
まともに一撃を食らえば、あの王者さえただでは済みません。そんな武器を持つステゴサウルスですが、頭は体の割にとても小さく、脳も小ぶりでした。かつては、お尻のあたりにもう一つ脳があった、と言われたこともありましたが、今では否定されています。難しいことは考えず、日がな一日、低いところのシダなどを食べて、のんびり暮らしていたようです。強い守りさえあれば、慌てる必要はないのですね。大きさそのものを守りにした竜脚類、ギザギザの葉とかぎ爪で狩りをするアロサウルス、板とトゲで身を固めたステゴサウルス、それぞれが自分の生き方に合った体つきを見事に磨き上げていました。同じ装飾、同じ肉食でも、その姿は実に様々。生き物がこれほど多彩な形を見せること、それこそ豊かな時代の証です。もちろん、この世界の主役は大きな恐竜だけではありません。彼らの足元にはずっと小さな恐竜もたくさん暮らしていました。鶏ほどの大きさで素早く地面を駆け回り、小さな虫やトカゲ、木の実をついばむ者たち。大きな争いには加わらず、巨人たちの世界の隙間を身軽に生き抜いていく。そんな小さな命も王国の大切な一員でした。川のほとりには水を飲みに来た草食恐竜たちが集まります。頭上の空には飛膜の翼を広げた翼竜が風に乗って滑るように舞っている。茂みの中では毛の生えた小さな生き物、私たち哺乳類の遠い祖先がそっと息を潜めています。大きなものから小さなものまで様々な命が互いに関わり合い、一つの豊かな世界を作り上げていました。巨大な巨人が緑を食べ、力強い狩人がそれを狙い、勇ましい守る者が身を固め、小さな命が隙間を駆け回る。植物から草食恐竜へ、草食恐竜から肉食恐竜へと、命は巡り、すべての歯車が見事に噛み合っていました。これこそ、恐竜たちが陸の上で最も栄えた、ジュラ紀の全盛期の姿。長い下積みから、彼らはついにここまでたどり着いたのです。ここで、この第2話を振り返ってみましょう。首の長い巨人が地を揺らして歩き、力強い狩人がそれを狙う。勇ましい守る者が身を固め、小さな命が足元を駆け回る。すべての命が互いに支え合う豊かな王国。ジュラ紀は恐竜たちが陸の上で生まれ持った才能を思う存分に花開かせた、まさに輝かしい全盛期でした。けれど、恐竜たちの物語は、この賑やかな陸の上だけではありませんでした。ふと視線を上げてみてください。頭上に広がる青い空、そして目を遠くへ転じてみましょう。キラキラと光る広い海。実はこの空にも、この海にも、私たちのまだ知らない驚きの生き物たちが暮らし、それぞれの物語が静かに待っているのです。次回第3話では、いよいよその海と空へ旅立ちます。海を泳ぎ回った大きな生き物たち。空を舞う翼の主。そしてその先で私たちは、恐竜と鳥とをつなぐ驚きの存在に出会うことになります。恐竜が世界を満たしていく物語も、いよいよ大詰めです。次回もぜひご一緒できたら嬉しいです。ここまでのお付き合い、どうもありがとうございました。